どうも、ケイスケです。2023年も半ばに差し掛かってまいりました。で、ちょうどこの動画出てるのはゴールデンウィークのタイミングだと思うんですけども、高沢圭介のこのチャンネルでは、ゴールデンウィーク5日間連続更新頑張りたいと思います。で、今回連続更新する内容としてはですね、これからカメラを始めたいという人に向けて、もうカメラの選び方、レンズの選び方、その他買った方がいいもの、プラス撮影テクニックと、あともう一個なんだっけ、あとはカメラの使い方的なところですね。ちょっと逆になっちゃった。はい。みたいなところをご紹介していきたいと思います。この5日間でだいぶまくって、早速カメラを始めて撮影できるようになろうというところまでやっていきたいと思いますので、ぜひ全部チェックしてくれると嬉しいなと思います。もちろんね、ゴールデンウィークに見ていただく必要はなくてですね、この5個の動画見ていただければ、カメラ全く始めてないよってところから少しカメラが使えるところまでいけると思いますので、ぜひ本当に全部チェックしてみてください。で、今回はみんなが悩んでるであろう、今カメラを買うならどれがいいかってところを5つ厳選しました。本当にカメラ迷ってる方はこの5つから選べば失敗はしないよというところでご紹介していこうと思いますので、ぜひチェックしていってください。それでは早速いってみましょう。ということで今回は今2023年最新版の今カメラ買うならどれがおすすめですかっていうのをもう予算別にもご紹介していきます。5つぐらいあるんですけども、まずね、初めに言っておきたいこととして、今回ご紹介するカメラ以外のものが不正解だと言ってるわけじゃないです。正直ね、カメラ始めるのにどのカメラでもいいっちゃいいと思います。もちろん今回ご紹介するカメラがスペック的にはね、全然問題ないよと、使ってて満足できるカメラだと思うよってことで紹介するんですけども、じゃあ他のカメラがダメかって言われるとそうではなくて、全然他のカメラでも OK だと思います。僕は本当にね、カメラをおすすめするときに、見た目が好きか持ってみた感じが好きか、この2つはね結構大事なポイントだと思ってて、逆に言うとスペックとかの情報ってその次に来るものだと思っていいと思うんですよ。自分が使ってるね、どうしても足りないスペックっていうのがあればそれをね補えばいい話なので、前提としてやっぱね、見た目とか持ってみた感じっていうのが合うかっていうのは自分の中でちゃんと問いかけてみてください。で、それを前提としてご紹介していくんですけども、もう一個言いたいことがあって、予算の話ですね。で、予算どのぐらい用意しとけばいいんですかとよく聞かれるんですけども、僕はね、15万ぐらいは用意してほしいなと思っております。高いなと思ったでしょ。なんだけども、みんな多分これからカメラを始める人って iPhone とかスマートフォン使っててちょっと満足できないからカメラ始めるっていう人多いよね。で、iPhone とか今いくらぐらいしますね。僕のこの iPhone14 とかだともう15万ぐらいしますよね。で、毎年新しいの出てますけど、大体カメラ性能しか進化してないじゃないですか。ほぼほぼね、この15万ぐらいのうちの8割ぐらいカメラなわけですよ。でね、それ以上撮れるカメラを求めてるのに3万手とか5万手とか、いや、それはねちょっと難しいです。買ってもいいと思うんだけど、やっぱね、この iPhone とかが画面がめっちゃ綺麗だったりするので、古いカメラを買うともちろんいい写真撮れるんだけども、撮ってる時のテンションが上がらなくて飽きちゃうと思います。その確率結構高いと思うので、僕は今買うんであればできれば15万ぐらいは欲しいなというところが本音ではあります。もちろんもう少し安いカメラとかもご紹介してるんですけども、それ相応のねデメリットっていうのもやっぱあったりしますので、その部分も含めて今回はねご紹介していこうと思います。さて、で今回は僕のね2023年のおすすめカメラご紹介していくんですけども、本当ね僕はいろんなカメラ使ってきました。マジで全部のメーカーのねカメラを一通りは使ってると思います。このメーカーでおすすめのカメラありますかって言われたら多分ね全部答えられるぐらい僕はねカメラについては詳しいなと自分では思ってるんですけども、その中でおすすめする5つご紹介していきます。で、5つ先にねどんなカメラかご紹介しておくと、まず1つ目が、ソニー ZV-E10 というカメラです。2つ目、富士フイルムの XS10。3つ目、キヤノンの EOS RP。4つ目、ルミックス S5M2。最後、ソニーの ZV-E1 というカメラ。この5つが今のところ現状おすすめかなと思います。もちろんね他のカメラでもおすすめしたいものはあるんですけども、今からねカメラとか買うんであればこの5つはスペックとか値段的にもかなりねちょうどいい線いってると思いますので、紹介させてください。で、持ってるカメラ持ってきますね。よいしょよいしょ。はい、持ってきました。で、まずはこちらですね、ソニーの ZV-E10 というカメラですね。こちらレンズが外れる一眼カメラタイプのカメラになっております。今回ねご紹介するのは全部ね一眼カメラなんですけども、このね ZV-E10 のいいところとしては非常にコンパクトで安いです。
でこれAPS-C っていうセンサーが大きいとね、よりボケやすかったりとか、あとは暗いところでも綺麗に撮れたりするよっていうね、センサーっていうものがあるんですけども、iPhone から比べると何倍だ、結構こんな感じのサイズ感全然違うんですよね。めちゃくちゃ大きいと。なので、ボケのある写真だったりとか暗いところでも綺麗に撮れたりしますと、今回紹介するね一眼カメラの大きなメリットの部分だと思うんですけども、この ZV-E10 その APS-C っていうちょっと大きめのねセンサーを積んだカメラの中ではかなり安くてコンパクトです。で値段としては10万円切るぐらいの値段で本体が買えて、で重さも 300g 台だったかな、かなり軽くなっております。でこういう感じでねバリアングルというのがついてるんで、すごい自撮りの Vlog にも向いてるよってことで、ソニーの Vlog カムシリーズという中の一つになります。で写真も綺麗に撮れるし動画もすごく綺麗に撮れるんですよね。4K で撮影ができるというところがすごく大きくてですね、スタンダードに今撮影するんだったらこのね ZV-E10 というカメラはめちゃくちゃいいなと思います。でやっぱり Vlog カムっていう通りですね、本体の内部マイクの音っていうのも結構良くてですね、この上のモフモフ付属してるんですけども、これがあることによって外のね風の音とかが入りづらくなって、外付けのガシャンというマイクをつけなくても綺麗に音が取れたりもします。でこちらね、コンパクトで結構安いですと。でそこの部分はいいんですけども、ある程度ね機能制限されているというかデメリットみたいな部分もありまして、1個はファインダーがないんですよね。ファインダーっていうのがないとやっぱ写真撮影とかはちょっと楽しくないと僕は思っちゃいます。没頭するね瞬間が結構なくなったりするんで、結構ファインダーがあるとカメラにはまりやすいかもなっていうのが今までのいろんな人を見ての傾向としてもあるので、ファインダーがちょっとないよっていうのが1個デメリットかと。であと手ブレ補正がちょっと弱いよってところ、これはレンズにもよるんですけどもやや弱いよっていうところで、プラスやっぱ値段が安い分ちょっとねモニターの画質っていうのは良くはないんですよね。でやっぱ今僕らスマートフォンに慣れちゃってるので、このスマホのね画面っていうのはめっちゃ綺麗なんですよ。で対してやっぱちょっと値段の安めのカメラとかを選ぶとややちょっと画質が悪いとまではいかないんですけども、ちょっと良くはないなと思ったりもすると思うので、そこでテンションが上がらないかもなっていうのがデメリットの一つです。ただ出てくる絵としてはすごく綺麗に撮れるので、使いこなせば相当いいカメラと思います。一つ目のカメラとして値段を抑えたいよっていう場合にはこのね ZV-E10 おすすめでありますので、ぜひチェックしてみてください。ということでおすすめの一つ目はこちらソニーの ZV-E10 でした。ケイスケの動画。はい、2つ目のおすすめカメラは、富士フイルムから出ているXS10 というカメラです。この富士フイルムのカメラっていうのは1個特徴的なのが色味ですね。中でねフィルムシミュレーションっていう機能があるんですけども、そのね機能を使うと、今までのフィルムの色味が再現できるというものになっていて、結構そのまま編集なしでも綺麗に撮影ができるというのが富士フイルムの強みとなっています。でかつ 4K で動画も撮れるし写真もめちゃめちゃ綺麗ということ、手ブレ補正はかなっていうところではあるんですけども、結構オールラウンドに使えるのがこのね XS10 のいいところかなと思います。僕ね結構見た目も好きでコンパクトで、これは結構万人におすすめできるなっていうのがあって、結構いろんなところで XS10 をおすすめしてますね。でもちろんねこのね XS10 っていうのはファインダーがついてるので写真に没頭できるっていうところもいいところかなと思います。で XS10 は値段的には13万円前後ぐらいの値段で買えると思いますので、比較的安くはあるんですけども、さっきのね、この ZV-E10 から比べるとやや高いなと思ってしまう部分ではあるとは思います。それをメリットデメリットと捉えるか分かんないんですけども、そういう値段の部分があったりとか、その他デメリットの部分で言うとバッテリーですね。写真とか撮ってる分にはなんとか持つんですけども、動画撮影し始めると本当にねバッテリーの消費が早いので、予備バッテリーをいくつか持っていく必要があるなっていうのは感じるかなと思います。もちろんねこのね ZV-E10 もそんなにバッテリーの持ちは良くはないんですけども、やっぱ XS10 は特にバッテリーちょっと持ちが弱いかなっていう感じはするので、その辺はねちょっと買ってあげた方がいいかもしれないです。とはいえそれを差し引いても結構ねオールラウンドに撮影できるっていう部分と色味がいいよねっていう部分があると思いますので、そういうね色味の部分とかで気に入ったっていう方であればぜひですねこの XS10 買ってみてください。ということでおすすめの2つ目は富士フイルムの XS10 というカメラでした。はい、そして次、おすすめのカメラ3つ目です。さっきの2つまでは APS-C っていうセンサーだったんですけども、次からご紹介する3つに関してはフルサイズセンサーという APS-C からすると一回り大きいセンサーのカメラになります。なのでさっきのね紹介した ZV-E10 とかと比べてもより暗いシーンでも綺麗に撮れやすいし、ボケ感のある表現もできるっていうのがメリットかなと思いますので、その代わりねちょっとだけ本体大きくなっちゃったりもするんですけども、それでもそういうねメリット欲しいよって方はこれから紹介する3つから検討してみてください。で残りの3つのうち1つ目がキヤノンの EOS RP と
いうカメラです。これもね、めちゃくちゃいいカメラなんですよね。で、これなんと値段が本体買うと17万ぐらいするんですけども、結構前のカメラでですね、中古で買おうとすると10万円ぐらいで買えるんですよ。で、このね、10万円で買えるカメラでフルサイズセンサーっていうのがあんまり他にない、他にあるかな？ソニーだと α7-2 とかっていうカメラもあるんですけども、それよりも EOS RP の方がもしかしたらね、オートフォーカスがいいんじゃないかなと思って僕はこっちをおすすめ今はしています。で、写真ももちろんオートフォーカス良くて撮れるというところと、動画も 4K の撮影ができるんで、結構ねこれもねオールラウンドの撮影ができるカメラなんじゃないかなと思います。難点としては、ちょっと古いよっていうところもそうなんですけども、あとはですね、手ブレ補正が入ってないんですよね。なんでちょっとこうやっぱ自撮りとかすると結構ブレちゃうと、動画撮影しようとすると結構ブレちゃうんで、基本的には三脚を使って撮影するような形になります。その点を差し引けばフルサイズセンサーで、かなり安い値段で手に入るカメラだと思いますので、ぜひフルサイズセンサー入門したくてどうしても値段が出せないんだよっていう方はこのね EOS RP 買ってみてください。ということでおすすめカメラ全体からして3つ目は、キヤノンの EOS RP でした。ケイスケの動画で、続いておすすめのカメラ4つ目がこちら、パナソニックルミックス S5M2 というカメラです。で、僕は今カメラを買うんであればこれがね一番ちょうどいいと僕はずっと思ってるんですよ。結構動画でも言ってると思うんですけども、本当にめちゃくちゃいいカメラです。値段はさっきから比べるとちょっとやや高いです。25万円ぐらいするのかな。なんですけども25万円でこのね S5M2 のスペックってありえないっていうぐらいめちゃくちゃいいんですよ。っていうのも、写真も綺麗に撮れます。こんな感じでね、写真めちゃくちゃいろいろ撮ってきたんですけども、めちゃくちゃ綺麗に撮れますよね。で、プラスして動画の手ブレ補正めっちゃ効きます。で、4K 撮影ももちろんできて、10ビットっていうちょっと重たいデータにはなるんですけども、その代わり色編集がめちゃめちゃしやすいよっていうデータでも撮れます。かつ中で自分の色味を再現して自分の色味で写真とか動画を撮影するリアルタイムラットっていう機能もあって、もうこれでもかっていうぐらい今モリモリなんですよ。できないところで言うと、4K のスローモーションが撮れないっていうのが1個デメリットぐらいで、それ差し引いたらもうかなり完璧の部類に入ってるカメラだと思います。あとあれか、スタジオで撮影するとかねいう時にはあんまり向かないかもしれないんですけども、それ以外はかなりいいカメラだと思っています。僕はね写真でも動画でもどっちでも使ってるんですけども、カメラの性能としては、動画6割写真4割みたいなそんな性能をしてるカメラなんですけども、今のね時代のカメラって普通にこう街中で使う分には写真の性能ってそんなに大きくはね新しいカメラで変わることはないと思いますので、写真の性能そこそこに動画の性能をより強化してきたっていうのがこちらのねルミックスのカメラだと思っています。このカメラを買えば今後数年別にカメラ新しく買い替えなくてもええんちゃうかと思うぐらいスペックはモリモリのカメラですので、ある程度値段が出せるんであれば僕は結構このねルミックスのカメラおすすめかなと思います。結構ねルミックスのカメラはレンズ自体の値段も最近は下がってきているので、結構コンパクトで使いやすいレンズもねすごく多いので、結構ね僕は最近推してるカメラであります。今後のねカメラとかも期待したいと思いますが、ぜひ気になる方はこのねカメラ買ってみてください。ということでおすすめのカメラ4つ目はこちらのパナソニックルミックス S5M2 というカメラでした。ラスト一つですね、ちょっと僕今回動画寄りになってしまったんですが、ラスト一つおすすめのカメラとしては最近出たんですけども、こちらソニーの ZV-E1 というカメラです。で、さっきのルミックス S5-2 が写真と動画の割合で言うと写真4割動画6割とか、この ZV-E1 に関しては写真1割か2割動画8割か9割みたいな、そういうカメラ、動画に向けたカメラです。なのでファインダーとかもないんですけども、その代わり動画性能に関してはこのね、S5M2 よりも一段上というか 4K のスローモーションまで撮れるんですよ。本当に僕らが使える一眼カメラの中で第一線で活躍している α7S3 とか、今撮影に使っている FX3 というカメラがあるんですけども、そのカメラと同じようなスペックを持ってて、これかなりコンパクトなんですよね。非常に小さいと。かつ値段が30万円前後ぐらいなんで、このね FX3 っていうのがだいたい55万とか、その辺するって考えると、半額までいかないんですけども4割減でこのカメラが買えちゃうというものになってます。もちろんその代わりちょっと高級感は薄れてたりとか、ボタンが少なかったりとかっていうデメリットはあるんですけども、やっぱ性能で言うとかなり、ピカイチなもんがあると思いますので、もう動画本格的にとにかく撮っていきたいよという方、シネマティック Vlog 撮りたいっていう方はぜひですねこのね ZV-E1 というカメラを使ってみてください。
で、僕結構個人的な好みのポイントで言うと、値段も30万円って安くはないんですけども、比較的同じスペックからすると安いよっていうところ、プラスでコンパクト、軽いよっていうところもそうなんですけども、このモフモフですね。はい。これがついてるおかげでマイクをつけなくてもVlog が撮れちゃうと。でかつ音もめちゃくちゃ良くて、人がどっちにいるかを判断してそっちから集音してくれたりするんですよ。そういう機能もあったりするんで、本当ね Vlog 特化っていう感じのカメラではあるんですけども、そういう用途にはねかなりおすすめだと思いますので、ぜひこちらのカメラもチェックしてみてください。ということでラストのおすすめカメラ一つが ZV-E1 というカメラでした。ケイスケの動画。はい、ということで5つカメラ紹介してきましたがいかがでしょうか。ちょっとね最後の4個目5個目っていうのは少し動画に寄ったかなと思うんですけども、写真性能もね、ルミックスのカメラだったら十分撮れると思いますので、これで十分だとは思うんですが、スタジオ撮影とかそういう本当に仕事の撮影に使いたいよっていう場合にはですね、例えばニコンのカメラとかキヤノンのカメラとか、プラスしてソニーだとこのねアルファ版っていうカメラとかもね、結構おすすめというかすごいスペックではあるんですけども、このアルファ1とか80万円ぐらいしたりしますと。その代わりもスペック本当にモリモリだったりもするので、僕はめちゃめちゃ好きなんですが、そこまでいくと、入門のカメラではないなというところで、今回は入門に比較的ふさわしいカメラとして選ばせていただきました。僕の独断と偏見ではあるんですが、本当にもうどれ買えばいいかわかんない教えてっていう人はぜひですねこの中の5つから自分に合ってるかもなと、見た目でもいいんですけども合ってると思うカメラ買ってみていただければと思います。全部ですね今回の紹介したカメラは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれたら高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。